皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。今日もわかりやすい日本語でお話をしていきたいと思います。はい、皆さん、お元気ですか？日本ではそろそろ秋が本格的に来ています。皆さんはこの秋、やりたいことってありますか？楽しみな予定とか作ってますか？私はね、来週かな？ディズニーランドに行きます。今、ディズニーランドではハロウィンのね、イベントをやっています。それをね、楽しみに行こうかなとお友達とお話をしています。この日はね、一日中友達と一緒にいることになると思います。皆さんはこうやって一日中友達と一緒にいると楽しいけど疲れるなーって思うことってありませんか？私はね、以前まで結構疲れてしまうタイプでした。最近はね、考え方とかをちょっと変えたので、もうそんなに疲れることはなくなりました。うん、でも、以前の私は人と関わるとすごく疲れてしまう人だったんですね。そんなね、今回のテーマは気疲れです。気疲れ。人に気を使ってしまうから疲れる。そういうことを気疲れって言います。はい。例えば、この人にこんなことを言ってしまったから、私のことを悪く思っただろうなって考えること。うん。他にも、こんなことを言ってしまって失礼だったかなとか、あんなことをしないでもっとこうしてあげればよかったかなとか。うん。そうやってね、人に対して気を使ってしまうことによって気疲れをしてしまうんですね。はい。これについてね、今回はお話をしようと思います。もしかすると今回のお話はちょっと難しいお話になるかもしれません。うん。そもそもなんですけど、皆さん、自己肯定感ってわかりますか？自己肯定感。自己肯定感っていうのは、ありのままの自分のことを認められる心のあり方のことですね。つまり、ありのままの自分に価値があるって感じられるんです。だから、自己肯定感が高い人は、物事を前向きに捉えることができます。心が安定してるんですよね。だから、否定的なことを考えにくいらしいです。で、今回のお話は、もう特に自己肯定感が高い人にとっては、そもそも理解しにくいお話かなと思います。うん、一方で、自己肯定感が低い人にとっては、もしかすると役に立つお話になるかもしれません。ちなみに今回のお話は、日本語で話すから疲れてしまうっていうお話じゃないです。皆さんの母国語でも日本語でもどの言語でも関係ないですね。うん、人と関わると疲れてしまう。つまり気疲れをしてしまう。こういうね、人っていないですかね。うん、私はね、そういうタイプだったんですよ。例えば、この人にこう言っても失礼じゃないかなとか、今の言い方で相手の気分を悪くしたかなとか、そういうことを考えて疲れてしまうんですね。でね、これもう私あるあるなんですけど、夜にはベッドの中ですごく反省会をするんですよ。一人で。うん。あの時、なんであんな言い方をしちゃったんだろうなとか、あの人はなんであんなことを言ってきたんだろうなって、すごく考えちゃうんですよ。うん。で、
ずっと後悔みたいな、なんか負の感情が頭の中を巡るんですね。もうぐる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 、あの時大丈夫だったかな、もっとこうすればよかったかな、次はこういう言い方をしようとか、そうやってね、考えちゃうんですよね。どうでしょうか。ね、そうやって考えて疲れてしまう人っていないですかね。これね、日本人では結構よくある話だと思うんですよ。うん。でもどうでしょうか。皆さんの国ではもっとみんな自己肯定感が高いのかな。うん。人と関わると疲れるっていう感情を持ったことがない人の方が多いんですかね。例えば、私の場合は、一日中誰かと一緒にいたりとか、一緒に旅行をして帰ってくると、もうね、どっと疲れちゃうんですよね。この疲れっていうのは、一人で休みの日を過ごしたりとか、一人で旅行をするときとは違う疲れなんですよね。いやー、この感覚ってね、わからない人には本当にわからないと思います。うん。でもね、一方で、わかる人にはすごくよくわかる話だと思います。私昔はこの気づかれってみんなするものだと思ってたんですよ。うん。でもどうやらそうじゃないみたいなんですよね。うん。気づかれをしない人もいるらしいんですよ。私は逆にこれにね、びっくりしました。で、それを知ってから私は自分なりにね、じゃあどうすれば気づかれをしないようになるのかなって調べるようになりました。はい。だってさ、疲れるのって嫌じゃないですか。もっとね、人と気軽に関われるようになりたいなって思ったんですよ。はい。じゃあね、気づかれをしやすい人ってなんで気づかれをしてしまうのかっていうお話ですね。うん。これね、なぜかというと、なんと、ナルシストだからみたいです。ナルシスト。これね、ナルシストって全然日本語でもいい意味では使われないですね。だから私はこれを知ってちょっとショックだったんですけど、どういうことかというと、自分が他人からどう思われるのかっていうのを考えすぎているらしいです。他人からの評価を自分の価値だと思っている人っていうのは他人と比較をしたりとか劣等感が生まれてしまうらしいです。劣等感っていうのは自分は価値のない存在だとかそうやって考えてしまうことですね。で、劣等感が生まれる理由は自分の心が安定していないかららしいです。心が安定していないっていうのは、つまり自我が確立していないということです。はい、ちょっと難しいですよね。自我っていうのは他人にどう思われても気にしないっていうことです。自分は自分、他人は他人って考えられる。それが自我を確立しているっていうことですね。はい。そういう人っていうのは他人の評価を自分の価値に置き換えないらしいんですよ。私のね、周りにも自己肯定感が高い人っているんですよ。そういう人って確かに人の顔色を伺わずに行動できるんですね。だから行動が早いなって思います。私の場合はですよ。例えば、これをやったら失礼かなとか、これをやったら余計なお世話かなとか、なんかね、いろいろそういうマイナスなことを考えすぎてしまうんですよね。でも、自己肯定感が高い人は、そういうマイナスなことを考える時間がないんですよ。で、いつも前向きなんですよね。もうそれぐらいね、自己肯定感が
高いか低いかって人の行動に影響するっていうことですね。じゃあですよ、どうすれば他人の評価を気にしなくなるかっていうお話です。そのためには、いろんな場所に所属することがいいらしいです。いろんな場所に所属する。うん。例えば、スポーツクラブとか、趣味の学校とか、もう何でもいいらしいんですけど、そういうところにね、所属をすること。で、そのためにはまず趣味を持つことっていうのも大切らしいですね。自分が何を好きなのか、何をしている時に楽しいと感じるのか、そういうことをまずは考えてみること。で、そうやって好きなものをね、分かって、そのために行動をして、そのための、チームとかに所属をするとどうなるか。うん、そうすると、他人からの評価が気にならなくなっていくらしいです。でね、じゃあこの好きなことって何っていう話なんですけど、好きなことっていうのは、たくさんやったところで頑張ったって思わないことらしいです。つまり、こんなに頑張ってるのにって思ってしまうこと、それは本当に好きなことじゃないらしいです。はい。皆さんはどうでしょうか？日本語の学習を本当に楽しいって思えてますか？うん。こんなに頑張ってるのに結果が出ないって思ってしまっている人はいませんか？もしそうだったとしたら、もしかすると日本語を心から楽しい、好きって思えてないのかもしれないですね。はい。とにかくそうやってね、たくさんやっても頑張ったって思わない。楽しかったって思う。そういうことができる場所に所属することが大切みたいです。私はね、今まで人と関わると疲れるから、関わらないようにしようって思ってたんですね。うん。でも、生きている限り、人と関わらないっていうのは無理なんですよ。うん。だから、人と関わらないっていうことは、根本的な解決にはならないんですよね。そうなんですよ。だから、そんな時にね、解決方法がいろんな場所に所属すること、っていうことを知って、ちょっとびっくりしましたね。うん。かなりスパルタな考え方だなと思ったんですけど、そうじゃないんですよね。好きなことがあって、それは頑張ってるんじゃなくて、好き。自分が好きなだけ。だから、別に人と比較をすることじゃないし、それに関して他人から何を言われても、全然気にならないよっていう、そういう気持ちをね、持てるようになることが自己肯定感を高めて、心を安定させて、人と関わっても疲れないようにしてくれる。そういう風になっていくものなんだなっていうのを知りまして、はい、私はちょっとびっくりしました。はい、ということで今回は人と関わると疲れてしまうんだよっていう人に向けて、どうすれば解決できるかなっていうのをね、お話をしてきました。もしかしたらね、これを聞いてくれている人は、いやいや、人と関わるの楽しいじゃんって思ってるかもしれないですね。うん。人と関わると疲れちゃうなって思ったことがないよっていう人もいるんでしょうか？そうだとしたら、私とは違うタイプの人だな、すごいななんて思います。今回のお話、楽しんでもらえたでしょうか？楽しんでもらえていたら嬉しいです。こういうお話が面白いな、役に立つなと思ってくれた人は、ぜひチャンネル登録といいねボタンとコメントで教えてください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さん、今日もいい一日をお過ごしください。また別の動画でお会いしましょう。またねー。